すごいやっぱりちょっと全然違いますねめちゃくちゃうまい。さてどうも、今回は待望のピッツァを焼いていきます。使っていくのはこちら、エンロさんの電気式釜焼き名人でございます。こちらの商品、なんと400度でピザを焼き上げることができて、焼き時間も120から180秒と、この短時間なんで、これはもう満を持しておうち本格ナポリピッツァ焼ける時が来たんだと心躍ってます。はい、まあとりあえず早速焼いていきましょうか。もう1枚目焼くと言ったらこれしかないでしょう。そう、マルゲリータです。さすがにピザソース市販のもの使うとね、ちょっと芸がないので、そこは作っていきます。とはいえあんまり手間がねかかりすぎてもおうちピッツァのハードルが上がってっちゃうだけですから、このピザソースはねほんとシンプル簡単です。ニンニクをオリーブオイルの中でじっくりと火入れして、それをフォークで潰したらホールトマト缶を加えて軽く塩します。であとオレガノですね。香り付けでオレガノ、あとは蜂蜜を甘み出しのために加えます。でホールトマト缶の余計な水分を飛ばしますね。これフライパンでやってるんで周りに結構飛び跳ねるんですけど、フライパンの方がね短時間で済むんでフライパンにしました。だいたい 3,4 分ぐらいですかね。こう水分飛ばしたらもうこれで OK です。あとはゴロッとしたニンニクをバンミックスとかでねこうしっかりとペーストにして、香ばしいニンニクをこのトマトソース全体になじませていく、そんなイメージです。で大のバジル好きの私ですからね、このバジルを刻んでオリーブオイルと合わせてペストアラジェノベーゼのような薬味を少し作っておきます。でこうバジルを刻むときはあらかじめオリーブオイルと絡めておくと変色防止にもなると思うんで、ぜひねやってみてください。塩もちょっとしておくとね味が乗っかって美味しいです。次は生地に移ります。やっぱりおうちピザのハードルをね上げてるのが自家製のピザ生地だと思うんですけど、これね、使っているのはエンロさんで販売している冷凍のピザ生地です。至れり尽くせりですね。これ前日から冷蔵解凍して使う直前常温で2時間ほど二次発酵したらすぐ使えます。それでもしピザ生地もね自分で勉強していきたい、自分で作りたいんだっていうね向上心の高いそこのあなた様、なんとエノさんのね公式 YouTube チャンネルではレシピ動画だったり記事を作る上でコツなどたくさん有益な情報を発信してるんで、ぜひそちらで勉強してみてください。ピザを伸ばすコツの動画なんかもあったりしてね、本当にね助かりますねあれは。そして上達した腕前で作ったピザ、これを友人やご家族に振る舞って美味しいと喜んでもらえたらもうそれ最高ですからね。最高に楽しい時間ですよ。はい、というわけでモッツァレラチーズちぎったやつも添えて、バジルのフレッシュも飾って、あとは仕上げにパルミジャーノレジャーノとオリーブオイルです。あとは余熱が完了したピザ窯の中に放り込むだけです。これやるとわかるんですけどめちゃめちゃ楽しいですよ本当に。ほらもうこの焼き上がっていく姿を見るだけで、それだけで気分が高揚しますよね。ね。それでこれ2分経ちました。ピザ窯の中で奥と手前で若干焼き目のつけ方が違うんで、反転させてもう 2,30 秒焼き上げるとすごく均一に全体が焼けると思います。こんな感じ。今までのおうちピザはどうしてもこう一般的なオーブンレンジで最大の300度とかで焼いてもそれなりの時間がかかってしまって、それによってね思ってたのと違う本格的な味わいには今一歩及ばずっていう課題が完全に解決されてるんですよね。これはこれなんだろう、やっぱこの高温が成し得る技っすよね。こう余計な水分は
飛ぶんだけど必要な水分だけ残ってて、でこの耳もねしっかり持ち上がるからめちゃめちゃ美味しいんですよ。なんだろう、もうとりあえず食べてほしい俺のピザ。うまっ。でこれね、見てほしいのがこのほら裏側めちゃめちゃしっかり焼けてる。これすごくないですか？ね、なかなかやっぱねこれできないと思うんですよ。これすごいよ。焼けば焼くほど楽しくなるっていう確かな実感がありました。これはマジです。家庭用オーブンレンジと大きさはほぼ同じですからね。使ってみたら多分感動すると思います。そんなわけでおうちピザがここまでレベル高く仕上がるんだったら、もっとピザのこと深く勉強したいな、知りたいなってね思いましたね。なわけで仕事柄親しくさせていただいているピザ職人にこの電気式釜焼き名人を使ってさらに一歩上を行くピザを教えてほしいと頼みに行きました。はい、というわけで、僕は今ダヴィンチ東京さんにお邪魔してます。近藤シェフです。よろしくお願いします。こちらこそよろしくお願いします。今日はありがとうございます。今日はありがとうございます。こちらこそありがとうございます。ダヴィンチ東京さんは僕今サーパスのシェフをしてるんですけど、サーパスがあってその地下1階がダヴィンチ東京さんで、同じ建物でいつもちょっと助けていただいて、何かあったら助けていただいてて、こちらこそ、はい、で僕が今回家の電気のピザ窯っていう遠路さんのものをゲットしたんで、ちょっと僕家で焼いたんですけど、はい、やっぱより職人にちょっと教わりたいなっていう欲が、よりちょっと知りたいなっていう欲がやっぱ出ちゃうじゃないですか。はいはい、やっぱそれもあってシェフにせっかくだからちょっとピザの作り方、はい、いろはをもうちょっと詳しく教えてもらいたいなと思って、ちょっと急遽お願いして、すいません本当にわざわざお急ぎのところありがとうございます。ちょっと視聴者さんわからない方もいると思うんで、はい、軽く説明していただけると。そうですね、オープンしたのが2020年5月でして、ピッツェリアなので、ピザがメインでやってますね。ピザ以外にもやっぱり前菜、冷たいもの、温かいもの、あとは魚だったり、ピザ以外のものもメインになるような感じでやってます。僕も食べに来たんですけど、めちゃめちゃ美味しいです。めちゃめちゃうまいです。すいません、ちょっと1個ピザ作っていただく感じでよろしくお願いします。わかりました、よろしくお願いします。お願いします。はい。ちなみにシェフ、今日それでどんなピザを作っていただけるんですか？そうですね、お店の名前にもなっているダヴィンチという、はい、ピザを焼こうかなと。美味しいやつですね。はい、生ハムとマッシュルーム、はい、そして味の濃い卵を使って、はい、子供でも大人でもすごい好きな人気のあるうちのピザを焼こうかと思ってます。ありがとうございます。はい、ピザ生地作りからっていう感じですか？そうですね、はい。まず本当小麦粉とお水とイーストと塩のみを合わせて、これ純強力を、純強力、はい、そうですね。まずイーストで、やっぱ純強力の方がいいんですか？方が自分はこう軽く仕上がるかなっていうのがあって、純強力を。なんかこう合わせる時のコツとかってあるんですか？やっぱりこうダマにならないように最初こう粉と水をしっかりなじましてあげて、一気に混ぜすぎるというよりも合わせていくようなイメージですね。実際お店の生地仕込む時っていうのはもう機械で一気に、そうですね、はい、やはり仕込みの量が結構多いので、そうですよね、はい、久々なんで緊張しますね。で大体こうやって水分と粉が合わさってきたら、もうそこから押して、そうですね、はい、あまりにならないように合わせていきます。もともと近藤シェフピザ屋としてこうピッツェリアをオープンする前って、はい、どこかでピザの勉強されたんですか？都内の、ピザ屋さんでいろいろ勉強してさせていただいて、ただもともとピザ屋になる予定ではなかったんですよね。トラットリアでオープンしようとしてて、スタートはトラットリアだったんですか？そうですね。で最後やったことがない業態ってことでピザ屋さんにちょっと働かしてもらって、でそこでもうピザの面白さにそうなんですね。ハマって、将来もそれでいこうもうピザ屋でやろうって、はい、そうなんですね。はい、もう面白くて、ちょっと僕ピザを今回遠路さんので触らせてもらって、はい、なんかすごい深いじゃないですか。そうですね、はい、家でやるだけでも深いなと思ったんで、はい、職人に聞かないとダメだと思いました。はい、毎日その
気温だったり水温、粉の状態だったりが違うので、それを見極めて、うちだと大体約27時間から30時間ぐらい発酵させるんですけど、次の日の栄養にベストな状態になるようにっていうのを目指して、それを逆算して毎日データを取って、しかも毎回こう状況環境が違うから、それ合わせていくわけじゃないですか。そうですね、はい、点で、毎日水温だったり生地の上がりの温度を測って、でそれを、データというか見残して、で日々それを仕込みに参照して合わせていってっていう感じですね。要はレシピは存在するけど、でもなんか合ってないようなもんじゃないですか。そうですね、はい。なんか結構これってこうなんでしょう、料理を始めた方にとってなかなかこう受け入れがたい事実感あるんですよ。やっぱレシピ通りやればみたいななんですけど、僕らの中でやっぱあんまりレシピって合ってないようなもんじゃないですか。いやそうですね、本当に、触ってみて、で目で見て匂いで感じてみたいな、感覚がやっぱり違うので、何回かやってやっぱり標準合わせていかないといけないじゃないですか。だいぶまとまってきましたね。そうですね、だいぶまとまってきました。ただここでラップをかけるのではなく、濡れたクッションをかぶせて乾かないようにして、ラップをして、それでラップをして、でこのまま休ませます。寝かすんですね。はい。普段の営業もこんな感じでやられるんですか？普段は木の箱で。そうなんですね。打ち粉も純強力。そうですね、もう全く同じものを使ってます。結構ガンガン打ち粉す。そうですね。最初はここでしっかりつけて苦みが出るので、しっかり落とします。すごい、やっぱりちょっと全然違いますね。ガスが抜けないように優しく触って。逆にガス抜かないんですか？抜かないですね。はい。そうなんですね。なんか俺抜くもんだと思ってました。でこういう細かなポチポチしたものだったり、ここに残ってるガスとかは最後のクリスピーな感じを食べてもらいたいので、あえてその均一じゃない感じが、空気がところどころにあるみたいな。そうですね。はい。そうなんだ。すげえ。緊張するな。初めて使うやつですね。初めて使う。普段の木のやつってこれですね。はい。カウンターとか作ってくれた熊本県の木材屋さんに作ってもらってオーダーして。オーダーなんですね。そうですそうです。ここの下の厚さを何センチにしてほしいとか、マジですか？材質はこれでやってほしいとか、これが次の新しいサンプルで全部杉で作ってもらったんですけど、確かにちょっと違う。杉は逆に呼吸しすぎるので扱いが難しい。これは杉じゃなくて、これはヒノキですね。そうなんだ。すごい、めちゃくちゃ面白いですね。ヒノキでその下のこの生地を入れる接地板のところが一番厚さを2センチにしてもらって、ゆっくり呼吸してっていう感じで。そうですね。なんなんですか？水分の抜け方とか保ち方が変わるみたいな感じなんですか？こだわりがすごいっすね。やっぱこのアイテムの型にはまった時は本当面白いですね。いやそうですよね。なんかこう一つのことを突き詰める様がちょっとあるじゃないですか。いいっすね。いやいいっすね。いいな。俺もちょっとなんか憧れるな。毎日100点とか毎日昨日と同じのっていうのは本当出なくて、たまにある本当にこれはもうやばいでしょみたいな、めちゃめちゃいいっしょ、これは絶対やばいっていう時はやっぱりお客さんの反応とかも全然違うので。そうなんですね。本当面白いそこが。OK ですね。これでもうスタンバイ OK です。やっていいですか？めっちゃやりたいんですけど。逆に好奇心を持っていただいて、なんか僕も面白いですね。このベルケルがいいっすね。いいですね。本当にこれやると美味しくなるんで。高すぎて買えなかったっていう。高すぎてワインセラーがちっちゃくなったっていう。生ハムとマッシュルームと。マッシュルーム、はい。これは何ですか？自家製のサルシッチャですね。はい。こういう状態になってるんですね。はい。2つの部位を合わせていろんなハーブを入れて、2日間寝かしてで1日油と旨味を分離させて作ってます。今振りかけてるのがこれがモッツァレラチーズですね。モッツァレラなんですね。
モッツァレラもなんか少し脱水させてるんですか、ざるの上で。そうですね、水分がすごい出てくるので、はい。今日子供にこれピザのなんか、はい、マシンでやってくるんだって買ってきてよ、マシンをで家でやってくれってこれ欲しいよね。こんなちっちゃいんだと思った。これいや結構楽しいですよ。なんかそうこう遊べる感じがして、ちょっと卵乗っけてみますね、この段階で。逆になんかこう練習してないからいいですね、これ。練習しときたかったですね。お、美味しそう。プルンプルンですね。半熟感がすごいですね。そうですね。お、うまそう。めちゃくちゃ美味しそうですね。これが店名になってるそうですね、ピザのはい家庭用ピザ窯バージョンですね。そうですね。いやすごい面白い。シェフ早速いただいてもちろんいいですか。食べたくてしょうがなかった。はい。あ、卵めっちゃやっぱ半熟っすね。そうですね。すごいいい感じに。あ、で鳴らすんですね。はい。この温度でまたこう余熱でいい感じに、はい、ブラックペッパーを振ります。いただいていいですか。はい、どうぞ。ありがとうございます。すみません、ちょっとお先にいただきます。めちゃくちゃうまい。めっちゃうまいですね。いやそうですね。しかも思った以上に結構クリスピーに揚がってるので軽いですね。軽いです。はい。本当にこう最後まで飽きずに食べてほしいっていうのがあるので。これがまたシェフがたまに余ったからって言ってうちの店に持ってきてくれるんですよね。そうですね。これがめちゃくちゃ嬉しいっていう。もいやでも結構いけますね。綺麗に本当に。本当にパリッとして美味しいですね。香りも普通にめちゃくちゃいいですよね。香りめちゃくちゃいいですね。はい。釜感とは違うんですけど香ばしさはすごいしっかりしてますね。はい。これ家でこれできたらもう最高なんですけど、最高ですよね。最高ですね。はい。はい、ということで今日シェフありがとうございました。ありがとうございます。急にお願いしたのに本当すみません。快く引き受けてくれてすごい嬉しかったです。実際どうですか。僕は普段回数焼くわけじゃないんで、ピザをやっぱこの遠路の仕上がりはすごいなって感動したんですけど、シェフ的にこう初めて今日使っていただいて。そうですね。思った以上にこう火がしっかり入って熱量もあったので本当に美味しく焼けたなっていうのは本当正直な思いますね。はい、正直な感じですね。はい。職人からもそう言ってなんかちょっと気持ちを共有していただいて嬉しいです。いや本当にはい。いやありがとうございます。しっかり焼けました。はい。遠路で焼くのもすごく美味しいんですけど、ぜひ薪で焼いたピザもぜひね皆さん食べに来てください。で遠路の方はぜひね僕の動画の概要欄に商品ページリンク貼っとくんで興味ある方覗いてみてください。それじゃまた次回の動画でお会いしましょう。完全にピザに見せられてるっていう感じですね。本当に面白いですね。こう道具とかこだわるっていうか、これ美味しい1枚作るんだったらこれが必要だよなっていうその設備だったりとか、ああいう箱、そうですね、箱とかもそうですよね、こだわりですよね。何回もこの箱が熊本行って東京来て熊本こうじゃないこうじゃないこうじゃないって何回も繰り返して、こういう熱量がねある人ってなかなかこうほら YouTube ので配信してる人ってめちゃめちゃごくわずかなんですけど、YouTube でしかやっぱ情報を得られない人たちにとってはやっぱそれが全てなんで、でも飲食ってすっげえ人たちがいっぱいいるじゃないですか。いますね。なんかそういうのがちょっとでもこういう動画を通してねスッと知るきっかけになったらなんかちょっといいこと言っちゃった。